宇宙は空体または物質母体とも言うべきまたは異体から分裂した運動意識を有する最小単位の物質原子体意志を総子とする。この意志は吸引廃脚力によって他の意志群と修正運動を開始し、その修正体には意志の有する単純な機械的運動意識の集積として積極的合目的的活動能力を有する意識が生じる。この意識は修正体内の意志群をより高度な組織体に発展させるため、万物創造の気力として定型化された電性意識力と理性意識力を生み出す。この両力は同一修正体内で包容交互の作用関係にあって宇宙万物の造成を営む気力として活動する。この両力の発展的創造的自己運動の悠久なる過程で宇宙が完熟、太陽、星、地球などは意志群が集成から凝集、凝固へ進み固体化したもので、元素や生物、人類などはこれらの固体から第二次的に造成された。運動意識を有する運動原子である意志は電体機能として吸引廃脚力を持つ。この意志は独立自生するや独尊的に孤立することなく、直ちにその機能を活用して隣接する周囲の意志群とお互いに結合し、それぞれの力を持って何らかの発展体へ進もうとして旺盛な運動を開始する。この場合、意志群はそれぞれの相引く力によって自転運動をなし、それぞれ自転しながら集結していく。それは高度意識体形成前期の純粋無垢な美しい本能的活動である。修正運動とはこのような形態でなされる意志の結合運動を指している。この修正運動は意志の単純な意識能動によってジャッジされるものであり、その修正の度合いは一定の率があるわけではない。それは濃淡、粗密、大小、強弱の線子板体をもってなされる。しかしこの修正運動こそ宇宙万物の創造活動の第一段階である。それは単に物体造成のみならず、より高度な意識体の創生を可能とする。異体及び意志の解明をして、ついに我々が最も関心のある意識の創生を述べることになったが、本論に入る前にこの意識というものの概念を与えておく。意識という言葉はあまりにも普遍的に使用されているため、その意義については大した関心が払われていないが、これは重大な問題である。人間は意識力によって死活を制せられている。意識とは全ての物体に潜在する自己保存の能動力源を指している。例えば一切のものにはその中心を貫いているある一線があり、その一線上には動かざる一点がある。これを俗に神髄と唱えている。この神髄なるものは単に陽子のみでは保たれるものではなく、この一点を保たなければならないとする能動的な働きが生まれる。それは自己を知り自己を維持しようとする能動作用である。この能動源がすなわち意識である。さて意識の創生について本論に入ろう。先に意志の修正運動について述べたが、この意志群の修正体は濃淡、粗密、大小、強弱まちまちであり、不安定そのものである。そこでこの修正体はより安定してより強固な修正体に発展しようとして、自らの修正体内の意志群の濃淡、粗密の差を調整しようとする自制力を発現する。この自らを調整操作しようとする自制力の発現がすなわち意識の創生となるのである。先に述べたように意識とは自己保存の能動力源を指しているのであった。今ここに意志の修正体に生じた意識も自己の修正体をより安定保持するために発した自らの調整操作力、すなわち能動力である。この能動力の根源が意識である。したがって意識は常に力を伴っているものである。意識能動が発現するときは何らかの力もしくは運動として現れる。それゆえ万物の運動はその物質の意識能動の現れである。それがたとえ機械的無目的に見えても、その活動力の根源はこの意識力である。意志の修正体に生じた自己調整力がなぜ意識の誕生とことさらいうのであろうか。このことについては次に紹介する。意識とは意志の修正によってのみ創生されるものである。なぜならば異体及び意志の有する能動意識は
何らかの合目的的、積極的、理性的操作能力を持たず、それは単なる機械的、盲目的自己伸長意欲の原始的発動であり、それはあたかも自然進化活動とも言うべきもので、意識以前の原意識的単純能動力しか発揮できなかったものである。それは合目的的操作活動をなすには、自らの組織体があまりにも単純であり、真に高度な合目的的活動をなすには力量が不足していた。それは単純な自然能動の域を出ていないものであった。真の意識とは、目的に対する積極的、合理的操作能力を有する物質の能動源を指している。意志の集成体に生じた意識は、単純な意志の意識機能が量的に集積されて、それが一つの集団体としての能動力に発展したものである。括弧の有する低級な機能が集成体の中で一体となり、共同の力と化してその機能が飛躍的に高度化されたものである。それは意志の習性によってのみ生み出される積極的、合目的的活動能力を有する能動体である。このような意識は、運動機能としても、括弧の意志の有する吸引、廃脚力の総和として、集成体全体としての大きな吸引、廃脚の運動を起こし、ますます周辺の意志群を吸収して自己の意識体を拡大、強化し、より高度な意識力と運動力を有する意識中枢、意識体へ発展していく。こうして我々は、意志の集成体に生じた意識をもって、最も基本的、原型的意識の誕生として、これを祝福するのである。この意識こそ、宇宙万物の合目的的活動力の根源であり、それは万物の合理的創造を可能にしたばかりでなく、人類の意識はもちろん、宇宙意識即神の誕生そのものであった。神霊とは、この意志の集成体に生じた原型的意識の発展体である。ここに、今回の結論として、意識の定義を与えておこう。意識とは、物質の保持、身長の合目的的活動能力を有する電磁性物質にして、吸引、廃脚の運動機能を有する意志の集成体であり、宇宙万物の活動力の根源なり、この定義は意識一般の定義である。この基本的、原型的意識は将来、各種の初期の所得質を自らの発展として具備していく。したがって、その各段階の特定の意識の定義は、以上の定義をもってしては不完全であることは論を待たない。前の動画で、意志の集成体に、万物創造の根源力としての意識の創生を見た。この意識は、自己の集成体内の意志群の濃淡の差を調節しようとして自制力を発動するときに生じたものである。ところが、この意識は、その自制力を発動しつつ、二つの異なった組織と力、機能を有する、より高度な意識体に自己発展する。それは自己の集成体内の意志群を、より活動的で、より合理的な組織体に編成することによって、集成体自身をより高度で、より理想的な安定物体へ発展しようとする、積極的、合目的的活動の表れである。電性意識とは、この二つの異なった組織と力を有する、高度意識体の一つを指して呼ぶ。